日本で絶対正しく報道されないアメリカ大統領選のアップデートをさせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。日本では絶対正しく報道されないからこそ自分は気になってちょっと報告をさせてください。いろいろな動きがありまして、ハリスは民主党の候補者になってから40日間も経ちます。一度もなく、一回も記者の質問を受けたり答えたりすることは一度もなかったハリス。いつ出てきて、いつ話するのだって近日中に記者のインタビューに応じて、一人じゃなくて、副大統領の候補者のウォルズも連れて二人で質問を答える。ということが最近やっと言ってるんだけど、隠れて出てこないことを作戦にしているハリスなんですよ。アメリカ国内はもうすんごい偽りの放送がたくさんあるからこそ日本も多分さらに偽りの多い放送が多い中ではハリスが隠れてます。出てきてません。それとともにバイデン大統領は今現役の大統領はいないです。民主党党大会の後というか自分の演説、夜中にもう延長させられた、もう夜中じゃないと出てこれなかった今の、すごい馬鹿にされた今の現役の大統領が、その演説が終わってから飛行機に乗ってカリフォルニアに行きました。10日間。そこで、海岸で、この世の中の、もう燃えてるの中、アメリカ国内もいろんな問題抱えてるの中で、バイデン大統領がカリフォルニアまで行って10日間は金持ちの家にいて、ビーチで毎日、寝込んじゃってる大統領と隠れてる副大統領。バイデンの大統領の夏休みの10日間が終わってから何したと思う？ホワイトハウスに行かずに、今度地元のデラウェアまで行って、またさらに1週間の休みだよ。いないです。誰がこの国をコントロールしているのか、誰がトップにいるのかって今、現在、全くわかんない状況なんですよ。言い過ぎてるわけじゃないですよ。本当なんです。日本では報道されないからこそもしかしたら、そんなことないって調べてみてください。スティーブが言ってることだけを聞いて 100% 正しいと思わないでください。他で X とかインスタとか Google とかで調べてみてください。バイデン大統領のスケジュールは、この過去の2週間、いません。それでもっと不思議なのは出てこないハリスの代わりに代理人が何人かがもう出てきてニュースに出たりしているんですよ。またショッキングなニュースがその中でいっぱいありますよ。まずは、ハリスのこれからの政策は本人が言ってないから、代理から聞いた話によると、今まで副大統領として4年やってこなかったことを大統領になってから全部直すということなんですよ。どういうことですかと。皇居が壊れてます。皇居に何千万人レベルですよ。日本では正しく報道されてないかもしれないんだけど、何百何人、何十万人、何千万人ほどの人が3年半、もうほぼ4年前から入ってきた人たちを止めなきゃいけない仕事を耐えられたのは、ハリス副大統領ですよ。彼女は皇居のチーフ、トップ、班長。彼女はそのリーダーだはずだったんだけど、皇居にどんどん入ってきた人たちは今度大統領になった時に、信じられないかもしれないけど、壁を建てましょうと。壁？差別の壁ですか？トランプが作っててお金のもったいない壁です。壁があっても全く関係ない何もプラスにならない壁を今度作るという話を言ってるの？言ってますよね、最近。おかしいんですよね。約4年前までガソリン燃料代が2ドル、1ガロンは2ドル以下でした、このテキサスでは。バイデン大統領とハリス副大統領になってから倍以上平均が上がっちゃいました。場所によって3倍になったところもあります。それはね、彼女何言ってると思う？自分は大統領になったら、それも直します、値段が下がるように、精一杯努力するって言ってるんですよ。は？今まで自分を威張ってきたバイデンノミクスはみんなにプラスになっている。お金をばらまきながら、全然もういろんなところにばらまきながらのバイデンノミクスによってインフレがすんごい上がった。今度大統領になった時に、それ全部直しますということを言ってるんです。報道されてます？日本でそういうことを。
ちょっと待ってください。4年前からできなかったことは、なんか半年後となったらできるようになるということですか？威張りながら、今までやってきたことを。矛盾が多すぎる。なぜ隠れなきゃいけないのかってわかると思います。そしてもう一つはね、絶対に日本では報道されないことは、ハリスはなぜ出てこないかっていうと、喋れない人間なんですよ。正直にもう言って、ちょっと、なんていうのかな、知識のない、喋れない、分かってない、スムーズさがない人間なんですよ。質問されるたびに、台本かなんかがない限りは答えられない人なんですよ。答えられない。答えるたびに、って多分周りにいる彼女のね、全部アシストしている人たち、もう言わないでくださいって。バイデンもボケてるからバカなこといっぱい言っちゃったんですよね。でもね、ハリスはボケてないと思うんですけどね。と思いたいんですけど、ボケてないのに、何言ってるの？意味があるの？彼女のことをちゃんと訳されてるかわかんないんだけど、アメリカ人として同じ英語なのに、はぁ？っていう感じの言葉が多いんです。経済わかってるのか？その能力はない人間だともうバレてきている中で、共和党の人たちだけじゃなくて、今まで民主党しか支持してない人たちも目が覚めたんです。この人は何考えてるのかって、本当に大統領できるのか。もしこれからはやろうとしていること、これからトランプ大統領に真似しようとしていることが、すごい不思議だなと思います。壁を作りましょう。皇居を守りましょうとか、チップを受けた人たちからもう税金を取らないようにしましょう。明らかにトランプの政策をパクっているんですよ。パクってる。オリジナルのアイデアがない。なぜかってわかるもんね。4年前の過去があるわけだから。自分はやってないと言えないんですよね。でも言おうとしているので、それを見て、じゃあこれから全部良くなります。同じ人が大統領になればと思ってる人が一部はいると思うんだけど、目が覚めた人が多いです。この人がその時によって、その相手によって何でも全ても合わせるタイプなんですよ。自分のポリシーは全くないタイプです。カマラ、環境のために何をするの？もうフラッキングとかオイルとかもうやばいです。この世の中にもう全部止めます。とかっていうタイプ。わかる？簡単に言う、何でもその時の流行りか、相手が聞きたいことに合わせて言うタイプ。トランプと真反対なんですよね。疲れてきましたね。こういうアメリカ的な骨と建前、政治的な骨と建前、もう全部建前なんだよね。骨が全くないです。あっても言えない、隠れる。それに、本当に無責任。本当は取らなきゃいけないはずなのはマスコミ。そのためのマスコミなのに、かばっちゃうんですよね。日本のマスコミも。だからマスコミと言われるんですよね。全部かばってしまうんです。カマラは何も言われないのに、何にも批判されないのに、トランプ、少しだけでもちょっと間違えてなんか言ったら、わざと彼を言ってることを編集しちゃって、悪意に変えようとするマスコミ。信用してはいけないよ。本当にテレビで流れてることは、いろいろなところからニュースを本当ピックアップして自分で判断してください。面白いのはね、日本でも絶対報道されてないんだけど、4週間前まで、候補者になるまでは本当にバカにされた、ハリス、副大統領なんですよ。この人も、今のマスコミにも少しずつバカにされるようになった。この人はできないんじゃないか。バイデンは、それまでもう大統領に次はなるとき、副大統領変えた方がいいんじゃないかという人は突然に一晩で何もできない人から、これからのための神様のような扱いされるようになったんですよね。なんかことわざあるんですよ、日本でも。みこしが軽い方がいい。わかりますよね。トップにいる、ちょっと、バイデンも結局そうだったんですよね。ボケてるから、年取ってボケてるから、自分はどうなってるのかって。プログラムされやすい。ハリスの脳みその中で正直に耳と耳の間に何があるのか正直わかりません。からこそ、プログラムされやすい台本、読みます、何でも読みますみたいなタイプになるので、どこかから、違うところからコントロールされやすい人間が上に立つのが、日本もアメリカもこのあたりは一緒ですよね。バイデンはとにかく50年の政治経験があってきて、確かにボケてきて、やってきたことの中でもひどいことがあるんだけど、まだ少し能力、もう何をしようとしているのか、もう理解できた人間だったんです。ハリスって上からコントロールされても、
正直できるかできないかって、クエスチョンマークですよね。今度、再来週あたりかな。やっと大統領の討論会。討論会は前までカマラがもう出した条件にトランプもすぐ合わせて、はい、じゃあやりますって言って。で、また条件は変えられちゃったんですよね。昨日、一昨日あったり。またさらに交渉になって、彼女はね、条件としてね、入れたかったのは、結局ダメになったんだけど、メモ帳欲しかったんですよね。討論会に。メモ帳。なんでで、そして立って話するんじゃなくて、座ってメモ帳で見ながらやりたかったっていうのは、アウトですよ。メモ帳。自分からは喋れない人が大統領になれるのおかしいんですよね。最後の討論会の時にノックアウトされたバイデン大統領みたいに、どうなるでしょうね。とにかく現状、今日現在、他にいろいろ細かいことがいっぱいある中では、全体から見て、絶対日本で正しく報道されてないことを私はピックアップして報道させていただきました。ジャーナリストじゃないですよ。自分の意見が強くあります。それは隠しません。自分を思っていることと支持している人たちが明らかになっていると思います。このチャンネルの中では。何より私はもうアメリカ人としてプライドがあって、アメリカのために、アメリカにプラスになるための人を支持したいと思います。それはいつか民主党の中で出てくれば、私は支持することは考えたいと思うんですが、アメリカの民主党が腐ってきました。それは間違いなく日本では報道されてません。過激派に風乗っ取られた民主党がアウトなんですよ。今のアメリカ人、今のアメリカ、これからのアメリカにもう合ってないんですよ、考え方が。それいろいろな人、人種は関係なく、いろんなところ、田舎も町の人も、みんながそれやっと分かってきたことは、今のアメリカの現状でございます。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お知らせございます。スティーブ的視点のこのチャンネル上では、メンバーシップクラブ、また別で作りました。これからも今まで通り動画を無料で配信させていただく中で、特典のある会員っていうかメンバーズクラブを作りました。スティーブ POB のホームページ、スティーブ的視点のホームページの表にメンバーシップと書いてあるところをクリックしていただければ、オリジナルバッジ、オリジナル絵文字、月1の限定動画、メンバーオンリーの限定動画を一つをプラスされるだけなんですが、商品の割引券、そしてシャウトアウト、視聴者の呼びかけのいろいろなレベルがあるので、よろしかったらそちらの方もチェックしてみてください。いつもの応援を感謝しております。これからもよろしくお願いいたします。スティーブ的視点のグッズもあります。キャップ、ステッカーなどもいっぱいあるので、stevepob.jpにて、日本全国の配送料は無料にしていますので、よろしかったらステッカーでも、なんかサムズアップのステッカーぐらいでも、ぜひ愛車かコンピューターか、どっかに貼ってみてくださいね。よろしくお願いします。これからたまにアップデートさせてください。絶対に多分日本では正しくこういうアプローチの報道はないと思うので、私の意見、私の見方、おっさんとしての経験から見てきた、もう含めて報告させていただきますので、これからもよろしくお願いします。アメリカと日本のために日々前進、サムズアップ的に笑顔で前向きにやっていきましょうね。よろしくお願いします。ではまた次回まで失礼します。